よっ、もう撮ってるぜ。OK、大丈夫かな。ソファに座る。うん。よいしょ。おはこんばんは。It's Segaのブレン。で、今日は久しぶりの話す系動画です。はい。話す系動画と一緒にイタリアと皆さん、私たちのイタリアの動画はもう見てくれましたかね。自分たちはさ、もうイタリアから帰ってきてからイタリアが恋しすぎてパスタ作ったり、ね、あとはこれで飲み物ね、イタリアの飲み物を作ったり。お箸がお箸さっきここに入れてさ、なんでです。あ、混ぜてた。そう、混ぜるためなるほどね。これも混ざってる。常に持ってるよ。混ぜるための箸。これがイタリア病です。そうあとはこんな感じでね、なんかお酒に合うものとかサラミとか、ね、これは全部アメリカで買ったけどさ、イタリア風。今日はね、こういうものを食べたり飲みながらしながら、ちょっとあるトークテーマを話していきたいと思います。じゃあまずは先に乾杯。おいしい。はい。今日のテーマは何ですか？トークテーマは、サムネを見てもらった方は分かるかと思うんですけど、自分たちの車がね、その話する。そうぶっ壊された話、ちょっとしてこうよ。この事件が起きたのは実はね、去年なんだよね。去年のもう冬、初めてなんか車上荒らしみたいな、なったの。本当に人生で経験なくて、びっくりした。なんか自分たちが今この住んでるエリアは比較的に結構このシアトルの方は平和の方なんだけど、このエリア場所によっては結構ちょっと危ない場所ってのもあって、薬物使ってる人とかが結構うろうろするエリアとか、そういうところもあるんだけど、自分たちのこの駐車場がエリアになるから変な声出したりとかさ、なんていうの、ビルとビルの間のちっちゃい道、そうちょっと暗いね、感じだからさ、なんかちょっと危ない時がたまにあるんだけど、そうでもこういう事件が起きたのは初めてだったね。そうだね。そうだから自分が仕事をしてて、ブレンから確か写真がね送られてきてて、俺がどっかね行こうとしてどこに行こうとしてたか覚えてないけど、なんか下に降りて車見たら、なんか窓を見る前になんかガラスが落ちてるって気づいて、でまさかと思って窓見たら窓が割れてたね。そう一番後ろの一つだけ割られてて、で中にあったものもね、いろいろ取られたんだけど、でもなんかそのね、全然自分たち車の中にそんな貴重品とかあんまし入れないタイプだから、別になんか困ることはなかったんだけど、その夏にさキャンプとか行ってたから、熊よけのためのこの大きい、熊が開けれない容器だけが、その容器が盗まれたの。そうだからさ、なんでそれって思ったよね。いや多分もうね、薬でおかしくなってて、何取ってるかなんかもう理解してなかったんじゃないのかな。だってさ、財布とかさ金目のものがね車の中にあって、それで壊して取るんだったらまださ、わかるけど、その熊よけのこのボトルを取るためだけに窓ガラス壊すのはちょっと、いやね、それを見て壊したのか、ただ本当に適当に壊して探したのかわかんないね。シアトルは殺人とかは少ないんだけど、そういう車のガラスを割って物を盗むとか、なんかそういうの多い。友達もそうだった。なんかエンジンの中抜かれたりとかさ、よくわかんないけど、そういうのがさ被害者になったりとかしてたから、そう結構聞く話、多いよね。だからさ、その夜なんかね、これほうきでガラス集めたりとか、でブレンはなんかそのテープでね、一時的に窓をこうやって補強したりとかして、その次の日か2日後ぐらいにはもう車の場所修理するところに持ってって、だいたい約3万円ぐらいかな、かかった窓ガラス1枚に。そうだね。でも今回ちゃんと車の保険が効いてくれて、別にねゼロになったけど、
いやでもねちょっとショックだったね。ちょっと気持ち悪いと思ったね。うんなんか誰かが俺らの車に入ってたとかそうって思うとちょっと気持ち悪いね。でもねこれがね面白いところがあってさ、あれだよね、自分たちがロードトリップさ、行ったじゃん。YouTube 動画にもさ自分たちがシアトルからそのカリフォルニアの州の方にロードトリップ行ってる動画が出てるので、ぜひ見てない方は見てほしいんだけど、ぜひぜひそのロードトリップの途中でまさか警察から電話がかかってきたんですよ。そうブレンの携帯に。なんか運転してる時に、なんかシアトルのナンバーからなんか電話がかかってきて、でなんか結構そのシアトルのナンバーからかかってくるのは意外と珍しい、なんかそんなにないじゃん、なんかその連絡とか、だからなんかなんだろうと思って、でそれが3回ぐらいかかってきたから、なんかちょっとなんかあったのかなと思って1回駐車して、で留守電聞いたらその警察官だったね。そう、でその警察官が言うにはその車上荒らしの犯人を捕まえたっていう感じだったんだよね。そう俺らのやつで捕まったわけじゃないけど、その何かやってて捕まっちゃって、でその人のポケットの中には俺らの車の保険証が入ってたって。そうなんでそれはもう半年以上前だから、ちょっとどういうことって感じだけど、本当にだってロードトリップ行ったのが本当に最近で、でその車上荒らしが起きたのがもうほぼ半年前ぐらいだったから、その間にその人のポケットの中に自分たちの車の保険証がずっと入ってたのって思うと、なんかちょっとねなんかって感じだったよね。でもねやっぱり多分薬を使ってね、ちょっとおかしくなってたかもね、だからずっと同じズボン入ってたかもしれない、だからそれをね見て自分たちにね警察がね連絡してきてくれてっていう感じだったよね。警察の人はもうその車のことも警察に言ったから、なんかシアトルは本当に多いから、なんか全部警察のなんかそのウェブサイトで報告するんだけど、だからそのやられた時は報告してたから、その警察官はそれ分かってて、だからなんかこれで盗まれたのかなとかって聞いてくれて、そうですって言って、もう本当にさでもさ車をバーンってやられた時はさもうクソーって思ったけど、だってさ大体そういうのってさほら犯人なんかもうシアトルは頻繁にさ起きすぎててさ、別になんかほら犯人見つけたいと思ってもさ、なんだろうそんなに必死に探すわけじゃないね。それより他のことが優先されるからさ、だって別に、車がやられちゃったけど別に誰も怪我とかしなかったから、ね、隠しカメラとかもさあるわけじゃないからさ、そんな本当にもう証拠とかもないし、そうだからなんかクソ犯人ってさもうストレスやばいじゃんそういうのって、なんかやられるこっち側もさなんかね仕事行く手段もちょっと大変だし、なんか精神的にもちょっと来るし、だからクソーって思ってたから巡り巡ってね、なんかもう半年後になって捕まえましたみたいな、そういう情報が来るなんてと思って確かに、だからカルマって思っちゃったよね。本当にシアトル住んだ人はね分かると思うけど、本当に場所によってちょっと、もうアメリカの街ってそんな感じじゃん、なんかこの場所はちょっと治安が悪いで、この場所はそんなことないとか、日本でもなんかそういうことを言ってるんだけどさ、全然アメリカに比べたら全然違うじゃんね。そうだね、なんかアメリカに来てからそういう風に考えるんだ。日本で自分が住んでたのは埼玉県だったけど、自分が住んでたエリアは別になんか夜中だからここが危険とか、なんかその殺される危険とか殴られる危険がある道ってのは、自分の経験上ではさ、なかったから、でもこういうのってアメリカに来てからなんか改めて考えさせられる問題だなと思って、なんか夜中とか仕事が終わって一人で歩いて帰る時とかも、ここの道は選ばないようにしようとか、でここの方が人通りが多いからこっちで使って家に帰ろうとか、そういうのをいちいち考えなきゃいけないのが結構、大変だよね。シアトルまだ安全な方だけどさ、ニューヨークとかだったらもっとね危ない。多いのかな。場所によるよね、それも。人が少ない時は怖いね。そうだね。人通りが多いとまだ人の目があるからさ、そういう犯罪とかも多分減るんだろうけど、アメリカにね来る時ね、
一人で夜中ブラブラとかするときはぜひ情報をしっかり持ってね、ちょっと気をつけてみんなもしてほしいなと思います。それがたとえ、シアトルとかとね、結構平和的な感じのところだとしても、そういうことが起きるので。あとついでにもう一つ車関係で、この間自分たちの車がさ、パンクしたんです、はい、片方初めてね。初めてで、自分はパンクしてるのに気づかないで高速道路を仕事まで運転してたんですよ、でちょっとなんか何この道ガタガタすると思って、いつも通ってる道なのになんかすごいガタ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 ってなりながら運転してて、そしたらなんか後ろから一つのね車が追い抜いてきて、で自分の前に止まって、なんかその窓を開けて前の人がさ自分に向かってなんかってなんか叫んでたから、でも自分はなんかその人はすごくほら追い抜いて自分の前に来たから、なんかちょっと無理やりねガーって来たからさ、だから何こいつと思って、なんかすごい失礼な人と思ってなんかわーってみたいな感じで、もう自分もさ何みたいな感じでリアクションしちゃったんだよね。でもそれで職場に着いてなんかタイヤをチェックしたらもう見事にパンクしてて、でその人は自分になんかパンクしてるから危ないよって優しさでね、教えてくれてたんですよ。そう、自分が本当に申し訳ない、その人にすごい申し訳ないと今は思うんですけど、誰でもなるよね。そうだから本当に優しい人だったんだよね。そうでそれでブレンに電話してね、ブレンに職場に来てもらってタイヤをね一緒に直して、ね、でも深夜だったよ。深夜だった、12時とか、だってその日は仕事が12時までだったじゃん、だからその後にそう一人でタイヤ交換できないからさ自分は。だからブレンは何回かやってるし知識もあるから、ブレンにね来てもらってチュッってやってもらった。でももうできるんじゃない？多分できると思う、結構簡単だったね、車ってねやっぱり便利だけどさ、やっぱり持ってたら持ってたでそのリスクもあるし、お金もかかるじゃんやっぱり車って。かかるね。あって便利なのはほら遠いところ行けるとか、今日みたいにハイキングしてきたけど、まさに今日ハイキングね、できたからそういう時はいいんだけどね、だけどあとシアトルは電車あるんだけど1本だけでそんなにそこまで便利じゃないから、そうね、まだまだね車が必要。そうです。今日のおしゃべりトークはこんな感じかな。はいね、車関係のねトークを今回してみたんですけども、いかがでしたでしょうか。なんか久しぶりだったね。そうこういう風にまたね話す系動画もねまた頻繁に撮れたらいいなと思うので、ぜひ皆さんコメント欄とかに、こういう話題で話してとか、なんかそういう聞きたいトークテーマあったらぜひぜひコメント欄で教えてください。何でもいいよ、トークでもこれ食べながら話してほしいとか、何でもシアトルのねシアトル事情とか、アメリカ事情とか、これはどう思うのとか、そういうのでも何でもいいのでぜひ教えてください。はい、お願いします。ということで、じゃあこの動画面白いと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。@の SNS とポッドキャストのチェックお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイ。あ